開会式の参加者、批判者を訴えると脅す。日本チームへの誤審が世界中で大炎上。こんにちは皆さん。パリ五輪壊滅的。いや、柔道の誤審以外でもボロボロ出てきてますね。忘れられない衝撃的な開会式から始まって、内容も審判も選手村までずさんだということが世界中で広まってしまったフランス君ですが、最後の晩餐開会式で、トリを務めたレズビアン活動家のバーバラ氏。彼女に今批判が世界中から集まっているんですが、先日弁護士を介して批判者を訴えると脅しにかかっているようで、そして開催国フランス対我らが日本のバスケの試合での誤審が史上最悪なものだと話題になっています。この誤審によって今回のオリンピックはフランスあるいはヨーロッパに有利な仕組みになっているという陰謀論者まで出てきていて、このオリンピックは一体どれだけ燃えるつもりなんでしょうか。ただでさえフランスは朝栗騒動で忙しいんだから、これ以上悪化するようなことはやめてほしいです。それではことの概要と現地の声、一緒に紐解いていきましょう。それではパリ五輪に日大タックル、高評価やろう。オリンピック開会式の最後の晩餐のスター、右翼のアンチたちを訴えると脅迫したという記事ですね。レズビアン活動家であるバーバラ・ブッチは、彼女自身、そして彼女が代表するコミュニティに向けられた多数の卑劣なヘイトに対して批判をしている。開会式はイエス・キリストの最後の晩餐を嘲笑ったとし、右翼の怒りを買ったドラッグクイーンたちが今も反撃している。その中でも特にシーンの真ん中にいたバーバラ・ブッチ氏は、弁護士を通じて彼女を標的にした人々を訴えるつもりだと語った。この声明をまとめるとこうだ。開会式以来、アーティスト、DJ 兼活動家の彼女は、極めて暴力的なハラスメントの標的となっている。彼女はいくつもの脅迫を受けていて、また反ユダヤ主義、同性愛嫌悪、性差別、ファットフォビア的なアンチの標的になった。彼女はフランス国民か外国人かを問わず、今後彼女を脅迫しようとする者を起訴するつもりだと締めくくった。彼女自身もインスタグラムでこう付け加えた。私は被害者になることを拒否して生きてきた。私は沈黙しない。憎しみや日々の不満を吐き出すためにスクリーンの後ろに隠れる人々を私は恐れない。正直誰かを叩きたいなら一パフォーマーの彼女よりもこのパフォーマンス全体の監督を叩くべきじゃないのかって思ってましたが、彼も今十分叩かれているようですね。とりあえず謝っとくかくらいの謝罪じゃキリスト教徒の怒りは収まらないでしょう。なんでよりによって宗教をバカにするような表現しちゃったのかな。しかもオリンピックで。彼女のコメント欄でもこの声明文を出した後でも批判は止まらないようです。いくつか紹介しますと、世界最大のイベントで宗教をバカにしたらそりゃそうなるだろう。当然の報いだ。他人の宗教は絶対にバカにしてはならない。キリスト教を信じろとは言わないがリスペクトを持て。人の宗教をバカにしておいて他人が君のことをバカにしたら怒るって意味わからん。僕自身も自分が愛してる宗教のことをあんな大舞台でバカにされたら気が気じゃなかったと思います。誹謗中傷はいけないことですが、オリンピックの運営陣は記者団に対しいかなる宗教に対しても無礼を示す意図はなかった。もし不快な思いをされた方がいらっしゃれば、もちろん本当に申し訳なく思うと語っていたが、出演者たちは謝罪する気は今のところ示していないようだ。聖火ランナーを務め、パフォーマンスにも登場したドラッグクイーンのニッキー・ドールは、自身の SNS でこのように発言した。開会式は確かに波紋を呼んだが、それでも私は大好きです。なぜだかわかる？オリンピックは世界最大の舞台であり、私たちクイアな存在は常に他人の影にあった。今こそ私たちがこの空間に歓迎される時なのよ。と投稿したことにも批判が続出した。とこの記事は締められてますね。オリンピック運営側は謝っていても、出演者が燃料投下しているこの状況にはもう本当にかける言葉がないです。チームワークのチムの字もないです。そこの間で話し合いつけてから謝罪すればよかったのに、開会式からトイレから食事から何までざるで本当を救えない。続きまして、バスケの試合でフランスが日本を破った後、陰謀論がパリオリンピックを揺るがすという物騒な記事ですね。パリオリンピックは審判団によって不正操作されているという陰謀説が今巷で話題になっており、世界中のバスケファンたちは怒りをあらわにしている。水曜日、フランスは94対90で延長戦を制して日本を破り次のラウンドに進んだ。しかしフランスの勝利は論争に包まれており、世界中の視聴者は疑わしい誤審の数々に激怒した。フランスがホームで衝撃的な敗北を味わわないように、試合中に有利な判定が下されたのではないかと推測する人が多い。今回のオリンピック、先日の柔道の永山選手の誤審もさることながら、ざるな審判多くないですか？
今回のバスケの第5審もあれなんですが、先日の試合でアメリカのスターレブロン選手も審判に結局は謎の出場禁止命令を出されていざこざがあったと聞きましたし、エコな大会にする前にちゃんとして審判雇えよっていう話ですよね。フランスが84対80のスコア、4点差で日本に負けていた試合終了残り10秒で下された判定ほど馬鹿げた誤審はなかった。ボールはフランスのストラゼル選手の手に渡り、彼は日本チームの河村選手のディフェンスによりバランスを崩しながら3ポイントシュートを決めた。何の変哲もない日本チームのプレーによってファウル判定が出たことがファンを激怒させ、フランスが勝つようにオリンピックが不正操作されていると感じたようだ。結局このファウル判定によってフランスチームはフリースローを決め同点に追いつき、試合は延長戦に突入したが、結果的にフランスは日本に勝利した。この結果に対しスポーツ評論家のビル・シモンズは、フランスは近年記憶に残る中でも最もクレイジーなほど自国に有利になるような審判を雇っていると書いた。スポーツライターのマイケル・グリフィスは、バスケットボールで私が見た中で最悪な判定の一つによって日本がフランスに勝つチャンスを逃したと書いた。一般視聴者たちも激怒しているようで、フランスは最高の場面で都合よく4ポイントプレーを獲得した。日本は審判に騙された。それだけだ。という否定的な意見が後を絶たなかった。他にもとても軽いペナルティが重なっただけなのに、日本のスタープレイヤー八村塁が退場になるなど衝撃的な結果となった。陰謀論者たちが SNS で暴言を吐く中、フランスは2連勝を飾り、今度はドイツとの首位争いに目を向けることになる。これからの誤審から目を離せない。と記事は締められてますね。これ偶然なんですかね。日本がずっと金メダル首位独走してるから妨害したいとかっていう意図はないですかね。まあないですか、さすがに。日本にはこんな不正に負けずに頑張ってほしいです。日本ちゃちゃちゃ。それでは現地の声いくつか紹介していきますね。Rui getting kicked out was so bad. This is reflective of the bias towards European teams by the European-run FIBA. Australia was royally screwed in a similar way in 2016 against Spain. Any 50-50 call will go to the European team. There have been some horrible calls and terrible officiating in a couple of sports this year that favor France. It's hard to understand about this judgment. As anybody can see, Kawamura didn't even touch the ball, an opposing player. It's a very sad country. It's a terrible country that forgets sportsmanship in order to win. The world knows who should have won this game.I guess just another rigged call for the host country. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターにフォローしていただけるととっても喜びますのでよろしくお願いします。それでは終了。開会式の参加者を訴えると脅す。こんにちは皆さん。いや、柔道の誤審以外にもボロボロと出てきましたね。忘れられない最後の晩餐開会式でトリオス、そして開催国フランス vs 我らがこの誤審でこのフランス、このオリンピックは一体どれだけ燃やすつもりなんでしょうか。ただでさえフランス、それではパリ五輪に日大タックル。多数の卑劣なヘイト、右翼の怒りを買ったドラッグアーティスト。この声明を開会式以来、アーティスト DJ ケン、また今後私は被害者になることを拒否、憎しみや日々の不満を吐き出すためにスクリーンの後ろに隠れる人々を正直誰か叩きたいなら1パフォーマンスの彼も今十分戦ってとりあえず誹謗中オリンピックの運営陣もちろん本当に申し訳ない。出演者たちは謝罪する。私たちクエのチームワークのチームの字もないです。世界中のバスケットファン。しかしフランスの勝利は論争にフランスがホームで衝撃的な今回のバスケの大審判が結局は謎の出場ファウル判定が出たことで日本のスタープレイヤー八村衝撃的な結果となった。陰謀論者がソーシャルメディアで暴言を日本がずっと金メダル、日本にはこんな不正に負けずにこれからも頑張ってほしいです。日本チャチャチャ。